いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業のテーマは、アジングで使うジグヘッドです。アジング用のジグヘッドは、形や重さなどたくさん種類があります。今回の動画で一つの基準として紹介させていただきます。最後までよろしくお願いいたします。まず、詳しい説明に入る前に、3つのことをあらかじめご了承いただけたらと思います。1つ目が、釣りって学べる理由であること。この動画で紹介する表現は、釣りって学べる独自の理論となっております。ソルトフライフィッシングの経験を生かした内容をお届けいたします。2つ目が、一般的な説明と異なる場合があります。他の動画や釣り雑誌などの説明とは表現が異なる場合がございます。3つ目が、視点が魚目線であること。釣りって学べるは、魚の気持ちになっての考え方や視点で取り組んでおります。それでは本題に入らせていただきます。今回の動画、アジング用ジグヘッドのポイントを確認いたします。一つ目が、重り形状。ジグヘッドの形状はいろいろなものがあります。その形状の違いによる釣り方がわかるようになります。二つ目が、シャンクの長さ。ワームを取り付けるところをシャンクと言います。この長さが変わることで何が変わるのかわかるようになります。三つ目が、重さ。ジグヘッドの重さは 0.1g 単位でいろいろなものがあります。ここでは重りの重要性がわかります。アジング用ジグヘッドの特徴です。全体的にフックの軸が細い形状をしています。これはフッキングした時に針刺さりを良くするためにこのような形状になっています。針の先が開いています。これはアジの上顎にかかりやすくするためになっています。アジング用ジグヘッドの重り形状について説明します。円柱型、ただ巻きの釣りに適している形です。水の抵抗を受け流すため安定してまっすぐ行くことができます。丸型、フォールの釣りに適しています。沈んでいく時の姿勢が安定してアジにアピールする時間が長くなります。矢尻型、ダートの釣りに適しています。平らな面が大きく水の抵抗を受けて左右に大きく動くアクションになります。アジング用ジグヘッドのシャンクについて説明します。ノーマル、ロングシャンク、杭が渋い時に使います。アジはワームの後部から狙ってくるため、ワームの半分くらいをバイトしてもフッキングすることができます。ショートシャンク、当たりはあるが、なかなかかからない時に使用します。アジが吸い込んだ口の中に針全体が入りやすい大きさです。アジング用ジグヘッドの重さについて説明します。まずは軽いジグヘッドの特徴です。フォールスピードを遅くすることができます。移動距離を抑えることができます。緩い潮に乗せるときに使用します。近距離を丁寧に探りたいときに使用します。ショートバイト対策として使用します。水面や表層を狙うとき、静かに漂わせたいとき、ワームとの重さのバランスを調整したいときに使います。続いて、重いジグヘッドの特徴です。沖にできた潮目を攻めたいときに使用します。探る範囲を広げたいときに使用します。流れが速い潮流に対応するために使用します。深場のレンジを探りたいとき、風が強いとき、ジグタンを速い動きで誘うとき、引き抵抗を増して波動を出したいときに使用します。釣りって学べるがおすすめする初めてのジグハンセンを紹介いたします。一つ目が円筒型ノーマルシャンク。二つ目が円筒型ノーマルシャンク。三つ目が円筒型 2. ノーマルシャンクとなります。これには選んだ理由がございます。円筒型をおすすめしたのは、アジングは基本的にただ巻きで釣れることが多くあります。最初はただ巻きでアジを釣る感覚を覚えられるのがいいかと思います。続いて重さについてですが、重さは3種類の重さを準備します。これは重力には逆らうことができないので、重さは変化させています。3つ目のシャンクにつきましては、大きなアジになるほど警戒心が強くなります。そのため、ワームの後ろの方をバイトしてくることが多くありますので、ノーマルシャンクをお勧めいたします。最後に、釣りって学べるのジグヘッドローテーションを紹介いたします。今回選びました3つのジグヘッドをこのように活用します。この方法は私が実際にアジングでやっている方法です。1つ目が、まずポイントに到着したら 1g のジグヘッドをセットしてアジングを始めます。2つ目が、その当日の風や潮の流れに応じて 1.5g もしくは2g に
変更していきます。1g のジグヘッドから始めるポイントとして、無風の状態、潮止まりの状況において 1g でアジが好むただ巻き、リトリーブ速度やフォール速度を十分演出することができます。まずはこの3つをしっかり押さえていただいて、細かい調整をされたくなったら増やしていく方法がいいかと思います。アジングで使うジグヘッドの授業は以上となります。これまでアジングについていくつかの授業をさせていただきました。アジングのテクニック、フライフィッシングでアジが釣れる2つのリフト&フォール、カラーローテーション、お時間がある時にご覧いただけましたら幸いです。今回の動画がアジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。